おじのぶチャンネルです。トロントからのじです。ロンドンからのぶです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。のぶさん、今週はどうでした？はい、今週は特に変わりなく私はね過ごしましたけど、今日からやっと、パブ、美容院、あとお店など結構オープンになって、やっとロックダウンもこう緩まってきた感がありますね。おめでとうございます。なんとかやっと来たって感じで、でも、まだこれからまたねいろいろあると思うけど、でもとりあえずは。パブがオープンってパブの中で座れるってこと？パブも飲めるらしい。さっきチェックしたんだけど、まだ私もまだ家から出てないんで、でももう、オープンしたみたいですよ。カナディアンタイヤ行ったけど、おトイレ使わせてくれるっては使えないって言ったから、だから、お店は開いててもおトイレ使わせてくれないところとかいっぱいあるし、まだもうちょっとかな、こちらは。そうだね。でも、そこでも少しずつね変わっていくと思います。でどう？カナダは？カナダ今週はね、実はカナダデーがね7月1日だったのね。おめでとう。ね、おめでとうカナダって感じ。おめでとうカナダ。153年とかだったかな。53年だ。あ、そうなんだ。そう、100ね、だから、そんなもんかな。53年？153年。ごめん。153年だよね。なんか不安になってきたけど。大丈夫でしょう、ノジ？それでどうだ、イベントは？バーチャルだったのよ、これ。おめでとうカナダ。しょうがないよね、今ね、世界中ね。そう、バーチャルだもんね。そう、で、バーチャルで、でも、花火とかはね、各地で、本当に各地でそれぞれやって、きれいきれい。これダウンタウンの方ね。CN タワー。そう、CN タワー、この高い赤いやつがCNタワーで、青いのが、ロジャースのドームなのね。だけど、行ったことあるよ。ね、綺麗だった。綺麗ね、これはね、大きな。意外とね、そっちこっちで本当に花火上がっててよかったよ。目の前でバンバンやってね。よかった。すごい、本当コングラチュレーション。そう、よかった。で、カナダにノブさんもいたもんね、この CN タワーとか、ここら辺ダウンタウンとか、ちょっと変わったでしょ、これ。見えるかな？いや、このね、川から見た、川っていうか、これレイクでしょ？なんだオンタリオレイク。オンタリオレイクなんだよね。そう。行った、よく行った。でも、もうでもすぐ分かるもん、CN タワーとそのドーム。ね、ずっと変わらないからね、これはね、本当。行ったことあるよ、もう懐かしいよ。ね、なんか思い出ある？思い出ありますかね？思い出、今夏の思い出って言ったらやっぱりあれだね、なんかホストマザーとたちとブルーベリー摘みに行ったりとか、すごい思い出がある。なんかさ、日本でブルーベリー摘みに行くってあんまりないじゃない？近くに。ないね。でもなんか私の友達も来た時に一緒に摘みに行ったりとかして、すごい楽しかったっつってたから、私もめっちゃ楽しかったもん。いいね。ブルーベリーと今ベリーねたくさん出てて売ってるのね。ラズベリー、ブルーベリーとかも結構カナダはあるしね。それでやっぱフルーツ安いし。今朝はね、私5時半ぐらいかな。5時ぐらい起きて、で6時ぐらいからもう散歩に行ったのね。早い。近所いや暑くてね寝てらんないからさ。健康的だね。で、近所公園いっぱいあるから歩いて、こんな感じ、ちょっと待って。これかな？なんか透けちゃってるよ。これ私になっちゃったね。ちょっと待って、今ね、行った散歩に行ったんだけど、これ、なるしちゃったら。いや、なんかね、なんか変だよ。これグリーンになっちゃった。で、私に変わらない。私のやつ。バッグ変わんない。これ私でしょ？これグリーン。グリーンは見えるけど。なんでやろ？
なんか全然、出た出た。あ、ごめんごめん。うん。こんな感じ、朝の木漏れ日。綺麗綺麗。爽やか。ね、うん。もう、今朝。近くでしょ？すごい、近く。すごい綺麗。小さなね、川沿いとか。それで、それがあったのよ。かわいい。これすっごい綺麗。そう、ブラックベリーかラズベリーかわかんないんだけどね。面白いね。いろんな色があって、一緒にね、咲いてるって珍しくない？そうそう。ね、かわいい。本当に色とりどりにね、ちょこってね。なんで、こういうふうになって、ゆくゆくは黒くなるのかよくわかんないんだけど。そうなのね。でもすごいかわいい、かわいらしいね。見たら、のぶさん思い出すよね。思い出す。これいいよ、いい写真。ね、もう夏の今頃ったらもうブルーベリー摘みに行って、パンケーキかなんか、パンケーキだっけなんか。そうそうそう。ね。そう。作ってホストマザーに作ってもらって食べたもんね。そう。こんなアザミみたいなのになって。綺麗。カナダのね、夏、もう一気になんかわーって暑くなってわーってくるから。でも本当にカナダの夏最高だね。ね、面白い。いいね、こういうの。そんな感じ。すごい綺麗。今日はそういう、いい始まりですよね。2時間ぐらい歩いてきたね。そんな感じで、ロックダウンのおかげですよ。ね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、ブルーベリーもよく摘んだもんね。私もラズベリーよく摘みに行ったと思う。出てってもらってね。そう。パンケーキもお料理上手だったじゃない？そうそう、ホストマザーがなんか多分本当ブルーベリー摘むとなんかパンケーキかなんか焼いて、メープルシロップね、ほらやっぱりカナダだからメープルシロップ。そうだね、メープルシロップね。もうそれがすごい印象的だね。パンケーキにベリーやってアイスとかね乗っけてクリームかけてね、パンケーキにメープルかけてさ、コテコテの美味しそうね。めっちゃ美味しかったわ。ホストマザー、それで私たちのホストマザーすごいユニークだったのよね。そうプレイ配信でね、紹介をしたんだけど、占い師でサイキック。そう占い師でね。いや本当にあんな家に泊まれてよかったよっていや今日もう衝撃的だよね。本当家自体もなんかね怪しいし、来る人もね怪しいしさ。そうそう、どこにね私たちいたかってコックスウェル・ジェラードにいたのよね。コックスウェルとジェラードっていうインド人街のところの近所にね家があってね。で借りてたんだよね。借りてたね、そうね。後々に引っ越したけど、あそこがもう思い出のね地だもんね。そうでなんか家傾いててね。なんか私階段降りてくと斜めになっちゃうの。上がる時も斜めになってこの上がってみんな傾いてる狭い階段の古い家すごいなと思ってね。あとねびっくりしたのが私鍵をかけないで家出るじゃんあそこ。そう。鍵持ってないのよ。私もう日本だったら考えられないじゃないなんか。もう鍵かけないからね夜もなんでもね。だからなんか私なんかほら最初の貴重品とかパスポートとかもうなんかどうしようと思って懐に入れて寝たりとかしたもん怖くて。本当になんか泥棒入ってきたらどうすんだろうと思って。泥棒も入ったことあったよね。でもあったけどさ、いや泥棒もあったけど、実は知り合いだったっていう話で。そうなの？そう。分かったよ。そんなの日本じゃありえないじゃん、鍵閉めないなんて。鍵閉めてないからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、いや鍵閉めてなかったからね、面白かったよね。あとなんかね、不思議な話もあったもんね、これね、また。そう、いっぱいあるよね。で、何がさ、一番あそこで印象残ってるノブさんの。いやもう私はもう最初衝撃的なのがもうサンクスギビングデー事件。
おー、サンクスギビング一番ね。最初に私がほらこう、ね、ホームステイ3週間に行くときに、その次の次の日、ついて2日か3日後に、カナダの収穫祭、サンクスギビングデーっていうパーティーがね、あるんだけど、それに参加したんだけど、またそこで超不思議なことが起こって、もう来て2日目だったから、もう私はもう、びっくりしたって話だよね。ね、サンクスギビング、ほら、大きいターキー焼いてね、そうそう、家族みんなで焼いて、クランベリーソースもね、お母さん作ってくれてね。そうで、もう家族みんな、その家族集まって、あとホームステイの仲間集まって、で、パーティーやってる最中に、のちはその時なんかね、お友達の家にいていなかったんだよね、最初はね、最初ね。最初はね。そうで、なんかしばらくしたら、なんかそのホストマザーの家族の人が、なんかお花が欲しいとか言い出して、で、買ってこようかみたいな話になったのに、なんかね、お母さんは、大丈夫、いいわよ、誰か買ってきてくれるからなんて言って、って、じゃあそのままみんなね、そのままにしてパーティーで遊んでたんだけど、なんかしばらくしたら、なんか急にどよめきがわーって歓声が起こって、何って思ったら、の字がね、玄関に立ってたのよ。そうそう、私がね、玄関に花持って立ってたんだよね。もうなんか、で、これもうみんなびっくりして、で、誰か持ってきてもらうっていう発想より、ね、なんかみんなでどうなったのみたいなね。そう、あれ面白かった。すごい歓声でね、迎えられちゃってね。そう、本当なんかもうそのままなんか、レッドカーペットの上かなんか、そうそう、何が起こったかなとか思って、私も私、みたいな、もうさ、なんだみたいな感じだったね。びっくり。いや、本当びっくりだったもんだって、もう誰かね、だからダニーね、マザーのね、お母さんが、そうそう。テレパシーを送って。テレパシーを送ってね、朝、出た時に、まあ前から買おうとは思ってたんだけど、せっかくパーティー呼んでくれたしってね、思ってはいたんだけど、まあちょっとまあね、高かったっていうかさ、意外とこう、いいお花だからって割と高い。でもまあ、買ってた方がいいなと思って、で、バス乗り継いで、で、降りたんだよ。で、まだ買ってなかったんだよね。どうしようかなと思いながらで、花ってなんかバス乗ってる時もあれみたいな感じで、花って送られてきて、やっぱ買わなきゃダメだと思って、バス降りですぐも買って、これは持っていかなくちゃと思って、で、行ったら、わーって言われてから。そう、もうあの歓声は本当、何が起こったのっていう。何が起こったのって感じ。いや、本当に全員が本当にびっくりしちゃって、本当にそういうこと起こったって。まあもちろん、そのね、サイキックの家だからそういうことも起きるんだけど、いや、そうね、家族もびっくり、私なんかももうほら、全然もう、何にもこう、未知の世界だから。そう、だから多分送られてきた時にみんな話してた時じゃないかなと思ってね。いやいや、本当に、もうそれがもう、なんつうの、ほら、海外生活の初めの初日、ね、2日目からだったから。もう、だって、衝撃的、ね。衝撃的。ノブさん、私はその花の前にも、ミルク買ってこいとかね、なんかミルクみたいな。なんか電話、その時はね、昔だからさ、携帯電話なんか持ってないわけみんな。ね、だからさ、もうテレパシーだよね、これ便利なもんだよねとか思って、早く帰ってこいとかさ、でもしょっちゅうあったね。ご飯食べるのかとかさ、なんかはっきりしろみたいなのとか、なんかちょっと出てきた。いやいや、もう本当にこの衝撃は私は一生忘れないね。ね、面白い経験だよね、本当に。本当でもいろんなね、その後もいろんな楽しいこととかね、面白いこと、不思議なこといっぱいあったから、またね、なんてね、次の配信で、次の配信でね、お話したいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまたでまた次回でね。はい。はい。では、チャオチャオ。チャオ。